とエビが上がったので。ありがとうございます。あ、さっき来たやろ。出た。はい、お願いします。松茸ですか？松茸、島らっきょう。みんなに厳しくてもいいけど、私にそげん厳しくせんでって言いたいところもある。仕事中だけはまあね、お客さんのことを大切にそうですね、そうですね。またお待ちしてます。はい、次の信号で渡る。次で渡る。松一千堂一です。いらっしゃいませ。財務省では学校の信用を守ってくれていると思ってもらえるように。すみません、祭りしてもらっていいですか？はい。突っ込んでしまったかなど詳しい状況は分かっていません。でもこの秋、被害の肌寒さが予想されています。気になる先で果たし調査を行いました。捜査関係者によりますと。3番さん点数出てますかね。出口が出ます。さっき来たやろ。きっとエビが上がったので。ありがとうございます。ケンジさんが来ても1年半ぐらう1い。年半ぐらい、最近はどうですか、その慣れたというか。そうですね。やっとその昼と夜の流れが分かって、書いてる時はどんなのが出るか分からないじゃないですか。あるし仕込みの量とかお客さんたちが何求めてるか分からないから、もうあれもしたいこれもしたいでもできないみたいなもどかしさあったけど、今はなんとなくこういうのがみたいなのがあるから、そこを重点的に仕込みできるし、やっと慣れたんかな。ランチはもう前のスタイルのままなんで、店内が広くなったからお客さんが入るようになって、で前は昼が定食夜も定食やったんで、あ、同じだったんですね。はい、で夜もそれにプラスアルコールがありますぐらいだったんで、やっぱお客さんもなんか欲しいよねっていうのはずっと聞いてたんで。私たちは今まで2人で本当こうやってしてきたでしょ。そうかそうか。天ぷらでも2つか3つ種類があるだけだから、そう大したことなかったんです。もう別のお店になったんですね。メニューもいっぱいあるし、覚えるだけでも大変やし、出し方一つ、その盛り方一つ、もう主人は定食でボンボンボンと盛るけど、あの人やったらもう出たところはこう切ったりしてきれいに盛り付けにしちゃう。全然違う。ちょうど電気ビルの真裏、うち68、9年だ。うち70年目よ。もう70年だとかね。
天ぷらとかいかがですか？天ぷらめちゃめちゃうまいですね。野菜、アスパラとか、旬の野菜めちゃめちゃうまいです。僕たち結構の飲んできたんですけど、腹いっぱいでも食えちゃうみたいな。酒に合う天ぷらってそんなにないかなと思ったんですけど、めちゃめちゃいいなって。すいません、最後に一ついいですか？ホスピタリティがやばくて、スタッフの方々、おかみさんだったり大将だったり、ホスピタリティがやっぱ素晴らしいなと思って。これは何ですか？かぶら蒸し。かぶら蒸し。スプーンと一緒にこれ3番テーブル。多いかな。これ何ですか？大きいですね。この中にエビミンチが入ってる。エビミンチ。はい、お願いします。これはケンジさんが継がれるというか、お母さんとしてはどういう思いだったのかなとか。帰ってくること、もう心配ばっかり。あ、そうです。いや、あの人が料理を作るとこも見たことないし、もうよそでしてきてるからね、修行してるから。だから中洲に勤めてる時にお店には行ったことある、そしたらこう料理が運ばれてきて、ご主人がこれ賢治がみんな作ったとよって言われても、嘘と思って信用できなかったし、心配やった。でも帰ってきて作ってみて、お客さんがいっぱい来てくれて、ああできるんやねと思って、そしたら今度はもうお母さんがダメやけんって言っても毎日怒られてばっかり。やっぱメニューとかこういっぱいバーっとでいっぱいあるから、お客さんがじゃあこれとこれとかいっぺんで言わしちゃうじゃないですか。ある程度まで覚えてもまた分からなくない、ちょっと待ってくださいって言って伝票を取り入って書いてってなるじゃないですか。ああ前やったらこんぐらい覚えてたのにねと思うけど、やっぱそれがやっぱ頭が回らない時とかね、やっぱその時がやっぱりダメやねと思うけど、いや怒られる。また口言えたら俺の。いい話を聞いてるんで。ボリュームもすごい。松茸ですか？松茸。島らっきょう。島らっきょう。よっしゃ。はいどうぞ。はい。お魚もとっても美味しかったね。里芋のね、唐揚げ美味しかった。とっても美味しかった。母はもうだいぶ前から来てるよね。ここで働いている方が仲良しなので来てました。私娘たちよりも来てます。撮れてような気持ち。写真で写真で送ってください。いいお願い。もう先代の時から知ってるんじゃない？接客の方も良かったですか？はい、ね、優しいね、みんな。ありがとうございました。
あります。ありがとうございました。若くないよ、年を言わないでください。ありがとうございました。またお待ちしてます。次の信号でございます。今日でもみんなが来てくれとったけんよかった。あ、人が多かった。人が多いかった。まあ忙しいようが元気出るけど。そうですよね、暇よりはね。二人で撮ってください。ああ、二人で映りたくないです。すげなこと言わないで撮ってください。息子さんが入ってこう料理も増えたり。はい、和食の料理はやっぱり幅が広くなりましたからね。はい。私はもう天ぷら専門でやりよりましたから。一人でしようという感じですね。まあそれで心強いですよね。まあ確かに。まあやっぱ皆さんそれ喜んで来てくれる方も多いからですね。はい。嬉しい、まあ、忙しいけどね、ちょっと。だって人でも揃えとかないかんしね、やっぱりね。広げた分だけやっぱ忙しい分だけ。広がりましたもんね。人がたくさんいるもん。お体大丈夫ですか？おかげでだいぶ元に戻りを見たいです。戻りを見たい。はい。まあなかなか 100% はいかんかもわからんけどね。まあだいぶ元気になってきましたからおかげさまで。はい。お酒もちょっと美味しくなってきたけん。あ、いいですね。はい。飲んでいいですかって聞いたらまあ自己責任でお願いしますって言われたけん。もう自己責任で飲んでますけどね。あれ嫌いな方じゃないもんやけん。ケンさん来てからどうですか、その対象としてはこう。まあ一安心は一安心ですよね。まあいろいろ店のメニューも広がったし、まあ、私としてはもう万歳ですけどね。さっきから飲みよってる？そう、さっきから飲んでる。何杯目？まだ2杯目。薄く。せや薄いのがいい。熱が出るでしょうかね。薄めのレモンサワー。お酒です。お酒が入ってる。ちょっと入ってる。天安さんを継ぐっていうのはもう昔から。おじいちゃんの時からずーっと見てるじゃないですか。もう幼稚園からね。幼稚園終わってここに来て、で落ち着いたら母ちゃんと一緒に家に帰るみたいなっていう流れがあったから、なんかこの幼稚園小学校の時からもうなんかここに戻ってくるんやろうなっていうのは本当に思ってましたね。ぼんやり。タイミングとか1年半前のタイミングって何かこうあったんですか、理由が。ちょうどよかったというか。そうですね。ちょうどコロナの時期のちょうど自分その時直前まで東京にいて、たらやっぱこう離れて冷静に考えたら、やっぱこうそろそろ親もそういう年になってきたし手伝ってやらんとねっていうのがあった時にちょうどこう改装していいよみたいな大家さんからちょうどタイミングがあったんですね。やっぱ楽しいしかないですよ。楽しいしかないし、まあ、実質親父がオーナーだし、多分自分がオーナーになってもなんかあんまりこうオーナーっぽいことは多分好きじゃないんで、なんかこう今までの雇われ料理長みたいなノリでの方があんまりオーナーしとってもみんなも嫌やろうし。じゃあ、お父さんがいらっしゃってそうですね、助けてるみたいな。そうですね。親父がちょっとこう入院したりしたら、で母ちゃんもまあ入院じゃないけど目でちょっと入院しておらん時期があるじゃないですか。で表に親父がポンっておらんくなっただけでお客さんが「あら今日大将は?」とかで、まあその店の作りもあるけど表に親父がいなくなっていくら自分が裏で頑張っても雰囲気的にはもうすごい寂しくなるしねいやずっと追ってもらわんと困るけんと思って。象徴というか。そうですね、そうですね。仕事せんでいいけん座っとってよみたいな2人はですね。座っててほしいですよね。お湯だけ入れてっておっしゃってください。あ、してなかった。そうですね。あるよ。
ありがとうございました。立ち寄りとかもスカンとよ。年取ってからやっぱね、小さくないとね、誰が見よう。ほらまた映しちゃった。お友達が見るやなって電話でかけてくるやな。ああ、それくらいあればいいんですか。儲かる本当。リニューアルした時すぐに一回来てもらってそうです一回取らせてますどんどん出た方がいいよこういうの絶対出た方がいい自分は出ない方がいいかもしれない。お父さんだけの方。2代目あ3代目ですね3代目やけどあ、本当。ベタベタしな。おじいちゃんがこの水滴も入ってどうですかね。もうちょっとしたらこっちに座るみたいなああ、なるほど。ずっと監視される。ご飯タレント6割して。でも私見たいに合わない感じね。見たいないです。違う、シワの夜とは当たり前やけど、そのままで嫌なかって。金かけることはいらんって言いしゃうけど。だけど私もエステぐらい行ってみた。一緒に行ってきたら。あ、一緒に行ってきたら。77もなってからエステ。ほら、エステとしようがね。この人の代になったとはいくつぐらいだったかいな。うん、だけもう50過ぎとったろうね。そしてやっと自分の代が来たと思って、たら今度は息子があれだから帰ってくるってなったら、やっぱお父さんの時はもう黙ってね、やっぱりしよったし。働いたことはない。そうね、3人で働いたことないね。だけどおじいちゃんが生きとったら喜びんしゃと思う。可愛がりよったし、そしてよー気が利いとって言いよった。炊きたてのご飯をジャーに移すじゃないですか。でおじいちゃんが移しよったらパッとしゃもじを持ってきてくれるって。でしゃもじもちゃんとそれを律子さんこうやって濡らして持ってきよったって。ご飯がしゃもじにつくから水に濡らすでしょ。それを賢治はしよったって。だけどあれは気が利いとって。だけどこういうのは向いとって言いました。先代が褒めようしちゃった。だけどそうかなと思ったら、いや今見よったら小さいけどもうやっぱりよ気が利きすぎとんしゃぐらい聞いとんしゃね。やっぱ毎日鍋はきれいにするんですか。もう私これ見習ってからやけん、18からずっと毎日鍋洗い言うよね。この鍋も20年で東京からこうで帰ってきて、それ以来使うけん、これも年季入ってるんですよ。今おい76です。76じゃあ54年だ。54年使うと思いますよ。これだいぶ薄くなりましたもん、これ。これ角やのこうなった時今全部角が取るんですよ。洗ってるから減っていくんですね。そういうことです。これ私の歴史と同じやん。もう一個2個買うてきたけど2個目はまだ使うままですよ。あ、まだ新しいんですか。だからそのぐらいこれが持つってことやね。ああ、こんだけ大事に使ってきたってことですよね。まあ大事っていうかね、毎日手入れしとかんともう中が真っ黒になったらもうダメやもんね。これ毎日洗うとサボりよったら絶対こけにならんから。これが終わらんと一日終わらんわ。じゃあ仕事ぶりを見るにはここ鍋を見ればわかる。まあそういうことですね。ちょっと言いづらいかもしれないですけど、そのお二人にこう感謝があるってことですかね。まああるのはありますよね。言わないけど。言わないですよね。言わないけど。私も多分同じぐらいの年代の母親がいて、なかなかね面と向かって感謝とか自分の気持ちを伝えづらいですよね。で逆に何でも言えるから何でも言ってしまうじゃないですか。家族だからね。
でなおさらわーわーなんか揉めるというか、その時だけは口論みたいになるけど、まあ 100% 言うけんですね。まあ、逆にいいことなんやろうけど、そんなつもりで言ったんやないっちゃけど、結局なんか喧嘩してしまう日もあれば、まあでも次の日コロって変われるけんですね。身内やけんですね。他の人に言えないことを全部わざと母ちゃんに言ってみたりとか、まあそんなんもあるから、まあ大変やろねと思うけど。みんなに厳しくてもいいけど、私にそげん厳しくせんでって言いたいところもある。お母さんだけ多めに見てって思うけど、やっぱ厳しい。私にやっぱ一番言いますね。私にやっぱ言いやすいからでしょうね。それは分かる気がする。仕事中だけはそのまあね、お客さんのことを最優先そうですね、そうですね。お客さんだけはみたいな思いがちょっとこう強すぎるのかな。今の時代ダメなのかなとも思うけど。そんなことないですけどね。まあその辺もうちょっとうまくやっていってる人も羨ましいですなんか。まあいてくれてるだけでこうありがたいってことですよね。いや本当ですよ。じっとしてほしいけどじっともしきらんし、動き回るし、動くんやったら相手してしまうしみたいな。まあこんな感じでやっていければいいんやないかなと思うんですけどね。まあしかしもうおいては子に従えという昔から言葉があるけんね、まあ今から若い人の考えにした方がいいですよ。あんまり横から口ずさむとして言いたいことはあるけど、まあないことはないけどね、まあと思うて、でもよう働かっしゃ。お弁当してね、お弁当があるでしょ、からお昼のランチでしょ、そして今度はまた夜でしょ。何時間寝よっちゃろうかねと思って心配になる時ある。来年ここお店があって、その角タバコ屋さんがあると、もともとタバコで今ずっと閉まってるからシャッター閉まってるの、寂しいんですけど、あそこも好きにしていいよって言われたんで、なんで今度は焼き餅屋さんが始まります。焼き餅自分が焼き餅が好きなの、もともとこういう焼き餅、あんが入った、あれをちょっとしようかなと。あ、そういうのも得意なんですね。得意ではないけど、もうすべて好きから始まる。もう絶対寄らんとって。私が真ん中で。そうよ。不思議な話。写真撮ってください。おかしいです。撮った方がいいよ。いや絶対。このくらいいいですか、もう急接近してください。急接近。いや。ちょっとこっち向いてください。バター。チーズよ。チーズ。ちゃんと映るよ。はい、向いた。はい。これ禁止ねっちゃ。いますよ。はい、ありがとうございます。乾杯。